はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はね、接ぎ木のお話をしていきたいなと思います。で、小さすぎる台木に、継ぐのは果たして正解かというね、お話を少ししたいなと思います。で、今回のお話はですね、学術論文を元にしたお話というよりも、僕たちの経験からですね、こういう考え方もあるよっていうことをね、少し共有していきたいなと思います。はい、っていうのもですね、小さすぎる台木に、穂木を、継いで、成長した後ですね、僕たちの現場の観測ではですね、明らかに木が大きくなる、成長のスピードがですね結構遅いんですね。はい、なので、初めはですね未生で少し大きくした後に、2、3年後に接ぎ木をするっていうのがですね、おそらく将来的に考えて、一番ですね果実、収穫が、終了の個数もあるんですけれども、お得なんじゃないかなっていうことをですね少し共有したいなと思います。はい、で、小さすぎる台木にですね、継ぎ穂を継ぐと。でそうするとですね、翌年から花芽をつけるですね確率が高いんですけれども、木が大きくならないんですね。はい、木が大きくならず小さいまま花芽がついて、果実をつけると。で結果ですねこうなるとですねやっぱり花を摘むとかですね果実を摘果するとかですねこういった作業をすることによって、翌年も果実が取れないっていうことが、起きるので、結果として、木が小さいまま摘果をしてしまうっていうね、無駄な作業が増えるっていうことになるので、もしかすると未生のまま大きくして2年後3年後待って接ぎ木をするっていう方がもしかしたらいいんじゃないかなっていうのがね、僕たちのこの現場を見た感想です。はい、でそうなんですよ。最初このやっぱり接ぎ木というのはですね、やっぱ果樹栽培とかね、家庭菜園されてる方もそうなんですけれども、やっぱり好まれるんですね。果実というのはですね、初め栄養成長といって花芽を全然つけずに木を大きくする方向に成長すると。でそれが十分大きくなったら、子孫を残せる状態になったら花芽がつく、ということなので、この栄養成長の時期が非常に長いんですね。なので、待ちきれないということで接ぎ木をして、花芽を人工的に誘導するっていうことをやるんですけれども、こうするとねやっぱ木が大きくならないんですね。はい、で接ぎ木というのはですね、3月から5月、が、タイミングとしては一番最も適している、ということなので、今急いでねやってしまうっていう人が多いと思うんですけれども、もしかしたら、来年もしくは再来年に、木を大きくした後にやった方がね、将来的に、果実の収量が上がるんじゃないかなっていうことをね少し、共有していきたいなと思います。はいはい、で他にもですね、接ぎ木苗が、お店とかですねインターネットとかで接ぎ木苗、が販売されていると思うんですけれども、あれはですね輸送する時にやっぱ大きいものは送りづらいので、小さいポットで管理する、っていうね、意図があったりするので、その時期に接ぎ木されて販売されるっていうことがあるんですけれども、例えばですね、路地で、お庭とかでですね少し開放的な空間がある人はもしかすると2年ぐらい待って、接ぎ木をした方がいいのかなということがね、僕も少し思っているところです。で、ハウスとかでですねやっぱ空間に制限がある人とかですね、木を高くしたくない、Y 製の木を作りたいとかですね、そういった狙いがある方はいいと思うんですけれども、木をね、小さいうちに果実を結局収穫してもですね、葉果比というのがあって、葉っぱの枚数に対する果実の比というのが決まっているので、結果落とさないといけないとかですね、果実がたくさんできないというね問題がありますので、まず木を大きくする方がいいんじゃないかな、というふうに思います。で、接ぎ木苗にした時に木は大きくならないのかっていうことなんですけれども、大きくはなるんですけれども、成長スピードが遅いという話ですね。で、僕たちはですね創生栽培でこういうふうにほとんど観光栽培をされている方に比べたらほったらかしという状況なんですけれども、きちんと肥培管理とかですね、水分をたくさんあげたり肥料をたくさんあげたりするとやっぱ木は大きくなるので、そういった管理がきちんとできる人とかは、接ぎ木苗を使用してもいいかもしれないです。はい、僕たちはこういうふうにですね、創生栽培といって草を生やしながら育てる、そして肥料投入はしていないので、まず未生で木を大きく成長させるっていうことを第一優先にしていきたいなという思っている昨今であります。ということで少し現場の状態ですね、ちょっと確認していきたいなと思います。
はい、こちら接ぎ木なんですけれども、前回ですね継いでから花が咲いて、とりあえず花の部分はですね、摘果してしまっております。で花とですね、葉っぱの部分の見分けが少し難しいので、そこら辺を注意しながら花だけを落としております。はい、これもですね、中心の部分は、葉っぱが出てくる葉芽なので、これは取らず周りの、花芽だけ取っております。花芽と、あと花穂ですね、こういったものを取っております。はい、これも取りますね。で、これもですね接ぎ木をしてですね、はい、いるんですけれども、木がですねやっぱり高くならない、大きくならないんですね。こんぐらいで大きくならないで、向こうの木もですね、接ぎ木なんですけれども、向こうはですねある程度こうこう周囲に広がっているので、そのまま花を咲かせて果実を収穫しようということなんですけれども、大きくなりにくいです。はい、で、さらにですね、こちらの木に関しては、接ぎ木ちっちゃい状態で継いでしまってかなり大きくなってないですね。はい、これも、はい、接ぎ木をしております。接ぎ木をしてるんですけど大きくなってないですね。これも一応花を落としてしまいました。はい、でやっぱね接ぎ木苗はねあんまり大きくならないんですよね。で一方で未生で育てているものはですねかなり大きくなってます。これは花芽がつかないんですけど、徐々に大きくなっておりますね。はい、で他にもですね、奥に接ぎ木苗が1本あるんですけれども、あれもですね花が咲いてしまってこれ以上大きくなりにくいです。あれもかなりちっちゃいあれですね、あれもかなりちっちゃい木です。はい、なのでこのくらいの大きさになってからですね接ぎ木をする場合はものすごくやりやすいんですね。はい、でこの木も未生ですけれども、かなり大きいですよね。で、ここまでね大きくなると例えばこの辺から高い位置でね継げたりするんですよね。でたくさん継げるんですよね。ここら辺の枝とかにも継げますし、はい、でここら辺の枝にもいろいろ継げるので、アボカドによらず果樹そうだと思うんですけれども、苗が小さいうちですね、例えば、あの辺にしようかな。これ未生で植え付けているんですけれども、苗が小さいうち確かに継げはするんですけれども、確かにここにですね、継げはするんですけれども、チャンスがね複数回ないんですね。1回か2回なんですね。はい、このくらいの、小指くらいの大きさで、前回継いでしまったんですけれども、成長しないと。で、この状態で一応継げはするんですけどチャンスがないですね。ここで失敗するともう後がないという状況なので、未生で背が小さいうちは、あまり触らずに、高さをですね、あのくらいに、1m50とか60とかにして、接ぎ木をしてしまった方がですね、安心していけるんじゃないかなと思います。これも未生で、未生はねなかなか花が咲かないのでね、はい、みんな接ぎ木をしたがるんですけれども、このくらいになるとねいいと思います。はい、でこれも4年目ですけどまだ花が咲かないですね。はい、ということで一応こんな感じです。はい、ということで、ちっちゃすぎるですね小さすぎる苗木に、継ぐのはどうかなというお話だったんですけれども、一応ですねこれは僕の、個人的見解がすごく多いので、必ずしもそうとは限らない部分がやっぱり多いです。っていうのもですねアボカドは、たくさん水分を必要とするので水分を与えて、肥培管理ですね、肥料もたくさん与えて、そうするとねやっぱり接ぎ木、でもですね成長スピードが速いので、そういった肥培管理をしっかりされている方とかですね、そういった方はもうすぐ1年目から接ぎ木苗を使って栽培しているとかですね、いう方も、おられると思います。僕たちは路地で、ほとんどね、こういう風に開放的にあまり手を加えずに、創生的にこう栽培をしていくっていうね、そういった方法なので、接ぎ木はどうかなと思っている次第で、ございます。早すぎる接ぎ木ねどうかなと思っている次第でございます。ということで、このチャンネル参考になりましたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録の方もしていただけると、僕のモチベーションが上がるという仕組みになっております。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。